皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治。高市政権樹立に向けての動きが加速しているので、今回は日本維新の会の主張を中心として、現在の政治状況について解説しておこうと思います。現在、自民党の高市総裁が総理大臣になるかどうかは、野党の協力が得られるかどうかにかかっています。公明党が連立政権を解消し、与党ではなくなりました。ですから自民党単独では総理大臣になれるかどうかというのが野党の動きによって決定するような状況となりました。そのために最初に出てきた案というのが立憲民主党にプラスアルファで国民民主党と日本維新の会この3党による総理大臣の選出といった可能性が浮上したわけです。ただし現在はその話については一旦なくなったと思っていいでしょう。というのも現在は日本維新の会と自民党による連立政権樹立に向けての話し合いが行われています。ただしこの話については維新の方からこの条件については絶対に飲んでくれないと連立政権を樹立することはできないという重要政策が指定されています。その中で現在特に注目されているのが国会議員の定数削減です。従来から話題にあった企業団体献金の廃止やもしくはプッシュと構想やもしくは社会保障改革についての話は以前から維新の会が言っていたから今回もその話が出たなといった形であまり驚いている人はいません。一方において議員定数の削減に関しては従来の話題の中では埋没していたものですから今回特にクローズアップされて実現するかどうかに話題が集まっています。維新の会から要求されている議員定数の削減に関してはおおむね1割台の削減といったものが提示されているそうです。現在衆議院の定数は465、この内訳というのが小選挙区が289、比例が176だそうです。一律に1割カットということになると当然のように小選挙区の場合であれば選挙区それ自体が変更されることになり、田舎においては特に地域的に5億となる地域というものも拡大することでしょう。そのために一律削減というのはいわゆる地方の人の意見を反映する国会議員が減少するのではないかという批判があちこちから上がりました。ただしこの点については今話題の中心になっている維新の会の吉村代表は削減対象にするのは小選挙区ではなくむしろ比例代表の方だという話をしています。そもそも今の小選挙区制度においてある程度人口をもとにした選挙区の区割りといったものが行われている中において一気に定数削減を一律にやるというのはちょっと変化が大きすぎます。それに比べると比例代表の方の定数を削減するというのはある程度国民の理解を得ることも可能でしょう。特にインターネット上では国会議員が多すぎるという話はかなり昔から根強くある話題です。そして現在の日本の状況としても少子高齢化、人口減少時代に突入しており、人口がどんどんと減ってくるよ、それも毎年のように一つの県ぐらいの人数が減っていますよという中において国会議員の数そのものが全然変わらないのはおかしいじゃないかというのはそういった意見が出ても何の不思議もありません。ですからそういった意味では定数の削減それ自体は何か極端な意見を言っているわけではないのです。一方で議員定数の削減に関しては自民党でもある程度受け入れることができるのではないかとも言われています。結局のところ現在の少数与党という状況においてどの政党とも十分に連携が取れないとなればこのまま高市政権が発足してもなかなか国会において予算も通りづらいし法案もほとんど通らないというかなり危険な状態に陥ってしまいます。それよりは将来の選挙において議員定数が削減されるといった問題が発生したとしても今まさに動いている政治に取り組むことの方がよっぽど優先度は高いという判断が働きやすいはずです。そしてここで重要なのが別に今行われている維新との間における連立政権樹立交渉においても完全に意見が一致しない中においても高市政権を樹立した後でまだ交渉を粘るという手もあります。少なくとも現在の状況下において首相を誰にしようかというような選挙が行われた時に連立交渉が継続中の中においては維新の会が野党の誰かの統一候補に名前を書くというのはちょっとないでしょう。それだけでも十分高市総裁が高市総理大臣になる可能性というものは十分確保されているわけです。ただし
現在の連立政権樹立に関しては、本当に維新の会が出した要求を自民党の政権において実現できるのかといった問題はあります。この点に関して立憲民主党の野田代表は、たとえそうした交渉を経た上でも、結局のところ自民党に騙されて何もうまくいかないままになってしまうぞ、取り込まれてしまうぞといったような警告を行っています。維新がその他要求している話というのは、例えば社会保障改革などについて言えば、自民党よりももっと強烈だと言われていますし、またその他、プッシュと機能の実現に関しても、意見としては別に間違っている話をしているわけではありません。そもそも日本においては、東京一極集中という問題があり、東京で何かが起こった場合において、じゃあどこの都市でその機能を補っていくのか、明確に定められているわけではありません。東京で何かが起こったんだったら、そのボロボロの東京であっても、なんとか首都機能を継続させるんだというような、そのような想定で今は副首都といった考え方は採用されていません。しかし、過去の歴史を紐解けば、関東大震災が過去あったわけですし、また、ここ最近ではありませんが、富士山の噴火といったものも、決してありえないわけではありません。少なくとも昔あったことが未来においてもまた同じようにやってくる可能性というのは地形的には十分あり得る話です。そしてこれらの話、じゃあ日本のためになるのかならないのかといった話で考えた場合において、私は日本のためにも役立つ話であり、決して何か日本が後退を強いられる話ではありません。もちろん自民党の中でこのような話が出ていない以上、自民党にとってはあまり乗り気のない政策でしょう。しかし外野で見ている私から見れば、少しでも自民党の政策に良い修正がかかるというのであれば、日本維新の会が連立政権に入ることに別に違和感はありません。そして重要なのは、高市総理になった場合において、彼女がやりたい政策が実現できるというのであれば、少々他の影響を受けたとしても私は構わないと思っています。というのもこれは比較論ではありますが、一番最初にこの案はなくなったなと呼んだ立憲民主党を中心として日本維新の会国民民主党が結束して野党連合として政権奪取を目指すという話がありました。私は立憲民主党を主体としているという話、それ自体がもうものすごく日本にとって危険だと思っています。例えば国民民主党の玉木代表がこの3党の連携を考えた場合において、基本政策において立憲民主党さん、国民民主党の案に合わせることができるんですか？合わせられないんであれば、この3党の組み合わせといったものは非現実的ですよという話をしていました。例えば安全保障とエネルギー政策について注文をつけたといった話は今でも報道の記事などで残っています。立憲民主党としては反自民党というような考え方をもとにした政策といったものが考えられている節が様々あり、果たしてこれが日本のためなのかと疑問に思わざる得ない方針といったものがあります。将来的に原子力発電所についてはゼロにしようといった話について言っても、東日本大震災以降の反原発勢力といった考え方からそうした意見をなかなか曲げられないでいる状態に陥っています。津波や地震対策を施した現在の改修後の原発についても再稼働が十分に進んでおらず、もっともっと私は再稼働を進めるべきだと思っています。また一方において将来的に原発をなくそうというのであれば、当然のようにそこには前提条件をつけるべきです。それは核融合発電へと移行した場合において原発はもういらないよというような話です。そういった話もないままに、例えば自然エネルギーをどんどんと導入して、それによってもう原発は必要ないんだというような意見は、私は日本のエネルギー政策においては不安定化を進めるだけで、むしろ国民にさらなる負担を強いるだけだと思っています。特に自然エネルギーの導入に関しては、太陽光パネルの値段の低下に伴って、もはや従来あった火力発電所や原子力発電所よりもコストは安くなったと主張する人たちがいます。そういう話をするんであれば、エネルギー賦課金といったもののような固定買取制度は廃止し、自由市場において太陽光パネルを世のエネルギー市場に出すべきです。そういったことを行えば、ほとんどの太陽光パネルが同じ時間帯に発電をする一方において、夜には全く発電しないというこの特性を乗り越えることができず、時間集中帯における電力の買取価格をゼロにしたっていいわけです。電気がだだ余りになっている時にわざわざお金を出して電気を買いたいといった
業者はいないはずです。安定供給の義務といったものをなくした状態において、太陽光パネルがどんどんと安くなっているんだから、これでもう将来大丈夫だという考え方は非常に無責任にしか見えません。また日本の安全保障という面においても、日本の周辺国の状況を見れば、昔よりも状況が悪くなっているのは明らかです。そのために、非現実的な平和主義に基づいた安全保障政策というのは、どんどんと日本自身を危険に陥れることになります。だからこそ様々な情報防衛政策についての議論が活発化されているわけですし、また憲法改正や自衛隊周りの整備関連についても必要性がどんどんと増しているわけです。ちょっと話がとっちらかってきたので、この辺りでおしまいにしておきましょう。今回の高市政権の樹立に向けての動きというものはまだまだ激しい動きが続いています。実際に連立政権樹立に向けての話し合いが頓挫し、そう簡単に話がまとまらないといった可能性も十分あります。ですが、どんな形になろうとも立憲民主党主導の政権以外になってほしいというのが私の考え方です。まだまだ事態がどうなるかわからないわけですから、私の話を聞いても、後で見返して全然見当違いの話をしているなと思われる方も出てくることでしょう。なのでこの動画を見た時点において、あなたが今この状況をどのように考えているか、そのことを考えるきっかけになってくれれば、それで十分かもしれません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。